近鉄鉄軌道路線1日全線走破の旅後編始める前に前回までのあらすじ。ドーン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 。高安山にタクシーまだ来てない。タクシーが遅れています。現在の時刻は13時18分ですね。さあ、この階段を上がっていきます。間に合わせてみせる。なんじゃこの階段は。絶景だけど楽しんでる余裕がない。あったぞ、生駒三条駅。間に合った。乗れそうです。乗り継ぎ無事成功。ドーン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 ドドーン。現在の制覇状況はこちら。一時停止推奨だぞ。はい、皆さんお久しぶりです。上川カムイです。近鉄鉄軌道路線1日全線走破の旅後編を始めていきます。賢島を朝5時に出発してから約13時間が経過しました。時間的にも距離的にも全行程の3分の2が完了し、後編は釈土からスタートしていきます。釈土から先、次に乗車するのは御所線です。御所線の電車は1番線から発車します。列車がやってきました。特急列車から一気に普通列車に格下げ。釈土18時26分発、近鉄御所行きです。お待たせしました。近鉄をご利用いただきありがとうございます。この電車は御所行き各駅停車です。次は新庄です。さあ、列車はあっという間に近鉄御所に到着しました。これで御所線の攻略は完了です。今回はロープウェイに乗らないので、御所に到着したら往路と同じ列車で釈土に戻ります。往路はそれなりに人が乗っていましたが、復路は乗客が御所側に固まりましたので、先頭車には自分以外誰もいませんでした。さあ、釈土に戻ってきました。これで御所線往復の儀式が完了です。乗ってきた電車は引き上げ線に引き上げるようです。列車が引き上げていきます。折り返しは反対ホームの1番線から発車するでしょう。大阪都心方面の利用客に優しい運用ですね。御所線を降りてすぐの発車案内表はこちら。特急と準急があり、特急が先発するようです。次に乗る電車がやってきました。釈土18時56分発、準急大阪阿部野橋行きに乗車します。御所線往復の復路で乗ってきた電車と同じ4番線に到着しました。なぜ準急が本線の3番線ではなく対比線の4番線に入線したのか。その理由がこちら、特急の追い越し待ちです。この特急に乗車したいのですが、ここから大阪阿部野橋までノンストップなので諦めます。これに乗ってしまうと残りの枝線を攻略できませんからね。さあ、準急は釈土を特急列車の遅れにより定刻より1分遅れで発車。途中の藤井寺まで各駅に停車します。さあ、列車は古市に到着。準急は定時まで遅れを回復させてくれました。ここ古市での乗り換え時間は3分だけ。油断せず邪魔にならないようにしつつ、急いで発車ホームへ向かいます。
次の発車ホームは階段を上り下りして反対側のホームです。発車案内表示を見ると目的の列車はまだ来ていません。古市での乗り換え成功です。ほどなくして目的の列車がやってきました。古市から攻略するのは長野線です。古市19時17分発急行河内長野行きです。この列車は大阪阿倍野橋からここ古市まで7両編成で運転していましたが、古市で後ろ2両を分割して5両編成で運転されます。無事目的の列車に乗れてとりあえず一安心。扉が閉まります。長野線は古市から河内長野までを結ぶ路線ですが、途中の富田林からは単線のため駅での行き違いが発生します。今止まっているのは滝谷不動です。電車は無事河内長野に到着です。一面一線という小規模な構造の駅ですが、じゃあ隣にあるこちらのホームは何なのかというと、南海高野線のホームです。この駅には南海の列車も乗り入れ、乗り換えができるようになっています。河内長野のホームに降り立ちました。これで長野線攻略完了です。何回も乗り入れる河内長野ですが、今回は乗ってきた道を戻ります。往路で乗ってきた列車と同じ列車で戻ります。河内長野19時44分発準急大阪阿倍野橋行きです。さあ古市まで戻ってきましたが、電車が駅の手前で止まってしまいました。一体どうしたのでしょうか。電車動き出しました。古市に近づきます。左手方向から合流してきたのは車庫線、右側から合流してくるのが南大阪線です。列車は駅の手前で再び減速。本当に一体どうしたんだ。大阪阿倍野橋へのこの電車が先に到着します。この電車はこの駅で前に2両電車を塞ぎます。しばらくお待ちください。車内にお忘れ物のないようご注意ください。はい、というわけで放送にもある通り連結作業を開始します。3回連結前に一旦停車、そして連結します。古市では時間短縮のため、河内長野からやってきた営業列車が客扱いを行っている最中に増結側の編成が動いて連結を行います。せっかくの連結作業なので、扉が開いたらすぐに連結面のところに行って連結する瞬間を見に行きましょう。さあ扉が開きました。早速連結するところを見に行き、でもう連結してしまいました。近鉄さん連結作業早すぎです。撮影したかった。連結機がつながったら今度は貫通路の整備、フォローをつないだら作業完了です。貫通路の整備完了しました。ご覧の通りになっています。さあ連結作業が終わったら次は特急の追い越し待ちです。連結と通過待ちを両方やるなんて、近鉄の中では大和西大寺が目立ちがちですが、古市もまたネタ要素豊富な面白い駅かもしれません。さて古市での連結作業と特急の通過待ちを終えたら、準急は直通で南大阪線に入ります。ちなみに連結と往復で6分停車していました。古市からわずか1駅隣、道明寺で下車しました。ここで南大阪線を降り、別の線に乗り換えます。
乗り換え先の路線は地下通路を通って隣のホームから発車します。地下通路を通った先、切り欠きのホームからの発車です。待つこと約5分、列車がやってきました。と同時に南大阪線古市方面の急行が通過していきます。さあ、道明寺から攻略するのは道明寺線です。道明寺の発車時刻は20時18分です。さあ、なんともローカルな音が鳴り響きます。扉を閉めていよいよ道明寺線の攻略開始です。さあ、電車はあっという間に終点の柏原に到着です。これで道明寺線の攻略は完了です。さて、この柏原駅にも面白い要素があります。早速降りてみましょう。1番線が近鉄の発着線ですが、2番線は JR 大和路線の発着線になっています。そう、ここは近鉄と JR、違う会社が同じホームで対面乗り換え可能となっている駅です。JR の電車が発着する様子は後で紹介するとして、とりあえず次は同じ電車で道明寺に戻るので、道明寺方先頭に移動します。発車は5分後、20時27分発です。さて、こちらが近鉄電車が停車しているホームと同じホームに発着する JR の列車です。まるで弥富駅のような状況ですね。まあ弥富駅のように真横に停車するわけではありませんけれども、このような構造は便利ですが、改札での取り扱いには注意が必要です。さあ、あっさりと道明寺線の往復が完了。時間があるのでお世話になった車両をカメラに収めます。道明寺線の往復が完了したら、再び南大阪線の攻略に戻ります。階段を上り下りして3番線に戻ってきました。次の列車は通過のようです。通過電車がやってきます。道明寺を通過するのは急行と特急の2種類がありますが、どちらでしょうか。やってきたのは桜ライナーです。通過列車を見送らないといけないのはなんか歯がゆいですね。さあ、電車がやってきました。道明寺20時41分発、準急大阪阿部野橋行きです。南大阪線で大阪市内に戻ってきました。大阪市内では南大阪線は高架を走行します。さあ、終点の大阪阿部野橋に到着です。支線往復のために4分割した南大阪線攻略もこれにて完了です。近鉄のビッグターミナル大阪阿部野橋、実は近鉄の駅の中で一番利用者の多い駅だったりします。さあ、大阪阿部野橋に夜の9時頃に到着しましたが、ご覧ください、この人。大阪阿部野橋は関西の南の中心に位置する駅だけあって大変賑やかです。さて、大阪阿部野橋に到着して乗り換えをするわけですが、当駅に乗り入れる路線は近鉄の南大阪線しかない単独駅です。そのため
この駅から別の駅まで徒歩で移動します。距離は全然遠くありません。さて次の駅まで徒歩で移動している間に、ここで現在の制覇状況を確認しましょう。ご覧の通り近鉄の路線をだいぶ赤で塗りつぶすことができました。23路線中18路線 499.7km 中 439.8km をクリアしました。パーセンテージでいうと約 88% です。さあ制覇状況を確認している間に、次に乗る駅まで来ました。 JR の天王寺駅です。天王寺から乗車するのはこちら、大阪環状線の内回りです。さあ階段を降りると、乗れなかった。行ってしまった。これは乗り継ぎ失敗か？いえいえ、全く問題ありません。計画通りです。むしろ紛らわしい演技をして申し訳ありません。 JR 西日本の接近メロディーが流れています。個人的には接近メロディーの中で一番好きです。さあ予定の電車がやってきました。ジャスト30本目の列車は近鉄の電車ではなく、天王寺21時9分発の大阪環状線内回り電車です。人生初の323系電車乗車です。21時台なのでたくさん人が乗っているかと思いきや、ガラガラ。阪急電車にも似た深緑色の座席を撮影させていただきます。天王寺から3駅、鶴橋に到着です。鶴橋を訪れるのは今日3回目です。 JR の鶴橋にはホームドアが設置されています。近鉄の方に着くのはいつになるでしょうか。階段を降りて近鉄の1番線に到着。電光掲示板に次に乗る電車が表示されていますが、どれに乗るでしょうか。先発でやってきた普通列車はなかなかの混雑です。混雑した中を普通で帰るとはお疲れさん。1番乗り場、奈良行き特急、奈良行きの特急アーバンライナーが参ります。危険ですから黄色い線までお下がりください。途中の停車駅は生駒学園前大和台ラインです。特急には乗車券のほかに特急券が必要です。特急券指定番号の席にお座りください。電車の番号は前の車両から1号車、2号車の順です。乗車予定の電車は次の電車です。やってきました。帰宅ラッシュの混雑に巻き込まれることなく快適に移動することができます。鶴橋21時21分発、今日2回目のアーバンライナー近鉄奈良行きです。普通列車であれだけ混んでいたので特急もそれなりに乗っているかなと思いましたが、そんなことはありませんでした。皆さんケチなのか、それとも特急に乗るほどの余裕がないのか、特急に価値を見出せないのか分かりませんけれども、座席はレギュラーシートを予約しました。乗車時間が短いのでこれでも問題ないでしょう。アーバンライナーは鶴橋を発車。次の停車駅は生駒です。さあ今日3回目の鶴橋布施間の移動。今里を通過しました。進行方向右側に3本線路が見えるので、この列車は一番北側の線路を走行していることになります。この線路が運行系統的には奈良線の
近鉄奈良方面の線路となります。そして高架をさらに上りまして、布施駅の上層階を今通過しました。先ほどの普通電車を追い抜いていきます。そして暗くて見えにくいですが、大阪線が向こうへ分岐していきました。ここから奈良線の二条区間になります。さあ、列車はひょうたん山を通過して進路を北へ変更。ここから奈良線は生駒山地と並行しつつ勾配を登り始めます。そのため進行方向左側には大阪市街地の夜景が見えます。まるでダイヤモンドが散りばめられているようですね。この一つ一つが人々が活動をして生まれる光であり、それがたくさん寄り集まってこの夜景が出来上がっていると考えると感動するものがありますね。とても美しいです。とても綺麗なので存分に楽しみたいのですが、ところどころ建物が建っていて遮られてしまいます。ここら辺の交通改善も含めて東花園石切間の高架化できないものでしょうか。私は切に願っています。生駒トンネルを抜けるとすぐに生駒到着です。これで奈良線は完全制覇しました。生駒で降りると反対側にも特急がいますね。奈良線で両側に特急がいるのは珍しいのではないでしょうか。さて、ここで次の路線に乗り換えます。次は京阪奈線に乗り換えます。京阪奈線へは途中で中間改札を通る必要があります。すでに切符を何回か改札に通しているので、通すたびに時期不良で止められないかヒヤヒヤものです。さあ、京阪奈線への階段を降ります。生駒からは長田方面と学研奈良富ヶ丘方面の2方向がありますが、どちらから先に攻略するでしょうか。まあどちらに乗車しても問題ありません。今回は先に長田方面を攻略します。次の電車は21時41分発のようです。さあ、列車がやってきました。近鉄の車両を使ったコスモスクエア行きです。列車は生駒トンネルを高速で駆け抜けていきます。これで3回目の生駒山越えです。列車はほどなくして長田に到着。線路はここから先も続いていますが、長田から先は大阪メトロ中央線になるので、ここで折り返します。さあ、列車を下車。次の列車はホームを挟んで反対側、4分後にやってきます。電車は予定通りやってきました。またしても近鉄の車両です。長田21時56分発、普通学研奈良富ヶ丘行きです。さあ、扉を閉めて来た道を戻りつつ、生駒より先学研奈良富ヶ丘を目指します。さあ、また生駒山を越えて生駒に戻ってきました。もうさすがに生駒山を越える予定はないです。最終的に今日だけで生駒山を計4回越えたわけですが、1回目の山越えが激烈に大変だったのに対し、2回目以降は超楽勝でしたね。改めて生駒トンネル、新生駒トンネルの偉大さを感じます。先人に感謝です。万歳。生駒からも京阪奈線に乗り続け、それほど経たないうちに終点の学研奈良富ヶ丘に到着です。これで京阪奈線攻略完了ですが、向かいに
1分後に発車する折り返し電車が。これに乗れたら後の工程が楽になる。急げ。はい、乗り継ぎ成功です。今度は大阪メトロ中央線の二次系電車に乗車。学研奈良富ヶ丘22時20分発のコスモスクエア行きです。近鉄をご利用いただきありがとうございます。この電車はコスモスクエア行きです。次は学研北生駒、学研北生駒奈良先端大学前です。列車は複線断面のトンネルを高速で駆け抜けていきます。第三機上路線とは思えないほどの速さです。電車はトンネルを抜けて東花園検釈東生駒車庫を通過。奥には約7時間前に通過した奈良線の東生駒駅が見えます。さあ、無事生駒に戻ってきました。これで京阪奈線の往復が完了しました。今日4回目の生駒駅。さすがに目が慣れてきました。さて、次の路線に乗るべく京阪奈線の中間改札を通過します。切符を破損して使えなくすると大幅なタイムロスになるので慎重に。次に乗る電車が電光掲示板にすでに表示されています。乗り換え時間は6分。5番線からの発車です。さあ、未乗区間も残り少なくなってきました。生駒から伸びる路線で最後に乗車するのはこちら、生駒線です。生駒22時36分発の王子行きです。さあ、生駒ともこれでお別れです。何度も利用して親近感が湧いてきているので名残惜しいですが、心を鬼にして前に進みます。お待たせしました。近鉄をご利用いただきありがとうございます。この電車は王子行きです。次は長田です。生駒線は途中に単線区間があるものの、まもなく到着する東山までは大方複線となっています。東山までは利用者も多く、列車の本数も多いです。さあ、列車は東山に到着。複線の駅に見えますが、左側の線が生駒方への折り返し用、右側が王子方面への直通列車用となっています。東山を出て数駅、終点の王子に到着します。これで生駒線は制覇です。王子での乗り換え時間はかなりあるので、電車のご尊顔を撮影。ここまでありがとう。さて、王子から次の路線に乗るべく一旦改札を出ます。王子には JR しか乗り換え先の路線がないため、近くにある別の駅まで徒歩で移動します。さあ、改札を通れるか。通れた。磁気圏はまだ無事みたいです。改札を出て、こちらが王子駅前の様子です。23時を回らんとしていますので、さすがに人は少なく静かですね。さあ、近鉄の王子駅から徒歩圏内にあるのが、これまた近鉄の新王子駅です。次に攻略するのは田原本線です。王子駅とは名前も場所も違うし、改札も通らないといけません。改札にまた切符を通します。問題なし。終盤になって切符を何度も通さないといけないのは厄介ですね。さあ、列車がやってきました。二面一線の行き止まり駅なので、電車を正面から撮影することができます。このアングルもなかなかエモいですね。
新王子23時28分発、田原本線西田原本方面最終列車、普通西田原本行きです。西田原本行きの扉が閉まります。完走まであと少し。暗がりで分かりづらいですが、新王子駅を出てしばらく JR 線と並走し、そして大和路線をオーバーパスします。 JR 和歌山線とは立体交差せず、引き続き並走します。さあ、最初の列車交換駅大和田に到着。深夜ともなると対向の列車はさすがにありません。そして次の列車交換駅橋尾に到着。ここでようやく対向の列車と交換です。近鉄全線を走破するにあたり、今までスマホで頻繁に運行情報を確認していました。ここまで一度たりとも遅れていません。広大な路線網を持ち、他車線とも直通運転しているにもかかわらず、これは本当にすごいです。さあ、中編で紹介した橿原線と田原本線をつなぐ回送線が合流します。まもなく田原本です。西田原本に到着。これで田原本線制覇です。残る未上路線はあと1路線だけとなりました。乗ってきた電車を撮影。近鉄では珍しい深緑色一色の電車でした。さて、新王子駅で改札を通って田原本線を利用しましたが、終点の西田原本でも改札を通ります。一体何回改札を通るんだ？西田原本から別の駅までまたまた徒歩で移動します。西田原本の近くには橿原線の田原本があります。大和西大寺方面で間違いないかどうかを確認して改札を通ります。切符を入れて OK、 通過できた。さあ、橿原線はすでに攻略済みですが、最後の路線は橿原線から分岐していますので、そこまで移動します。次に乗る電車は橿原線大和西大寺方面最終列車、普通新田辺行きです。さあ、平畑に到着しました。放送にもありました通り、ここが最後に攻略する天理線が橿原線から分岐する駅です。地下通路を通りまして、最後の列車は1番線から発車するようです。さあ、最後の列車がやってきました。天理線を走行します。平畑0時16分発、普通天理行きです。そして最後の列車、無事乗り込むことができました。扉が閉まります。ご乗車ありがとうございました。まもなく天理終点です。お忘れ物のないようご注意ください。近鉄をご利用いただきありがとうございました。左側の扉が開きます。ご注意ください。本当に今日めちゃくちゃお世話になりました。朝5時9分から深夜0時を回るまで、ほぼ近鉄に乗りっぱなしでした。列車は終点の天理に到着。天理は東端式の行き止まり駅です。ゴールの天理に無事到着。最後にお世話になった車両のご尊顔をバッチリ撮影させていただきます。天理
の3文字、無事完乗しました。さあ、改札を出ましょう。改札を通過。明日3日目も帰宅の際に使用しますので、切符を大切にバッグの中にしまいます。はい、ということで、お疲れ様でした。無事、1日で全線近鉄を走破することができました。名鉄のように予定が狂うこともなく、無事に計画していた全ての列車に乗ることができました。いや、名鉄に比べると電車に乗っている限りは特にトラブルはなく、淡々と乗り換えができた形ですね。もちろん近鉄四日市とか古市とかなかなか乗り換えが厳しいところもありましたけれども、何よりね、高安山でのタクシーの問題ね。生駒さん越え、あそこはまさかタクシーが遅れるとは思わなかったね。タクシー会社さんの方にもいろいろと事情はあるんでしょうけど、今後タクシーとか手配するときは気をつけないといけませんね。近鉄は路線長が長いながらも全線走破することが叶いましたね。やはり近鉄特急は偉大ですね。名鉄みたいにね、各駅停車ばっかりで枝線を何本も何本もこなすみたいな、そういうことじゃないので、近鉄の場合はね、一回乗り通してで終わりのケースが非常に多かったですから、なんとか一日で収めることができました。いやー、素晴らしいですね。ちなみに平畑から乗ってきた天理行きの電車、乗ってきたのはですね、0時、16分発かなってるんですけれども、天理線はですね、この列車が最終ではないんですね。もっと遅い電車が1本あります。田原本線の場合は新王子から乗った時は最終電車だったんですけどね、天理線はまだ全然電車があるということで、すごいですわ。天理線は便利だな。終電が早くなりがちな昨今においても。いや、天理普段使われている方はここまで静かな天理をご存知でしょうか。はい、ということで仕事が終わってから、電車で賢島に行き、そして賢島からスタートさせてぐるぐるぐるりと天理に回ってきたこの一日走破の旅もついに終わりです。疲れましたわ。とにかく疲れた。疲れたっつうかあれだな、足が痛い、膝が痛いっすわ。生駒三条のね、階段登るのは答えましたね。まだ痛いっすわ。筋肉痛です。まさかあんなことになるとは思わなかったな。でも旅はね、トラブルはつきものですし、これもね、近鉄の旅のいい思い出としてね、もう僕の中ではね、一生の思い出として残しますので、これにて、近鉄のね、一日全線走破旅終了となります。長い動画にはなっているかとは思いますけれども、最後まで見ていただいて、いや面白かったなと思っていただいたら、チャンネル登録と、高評価の方よろしくお願いいたします。励みになります。ということで、長々とご視聴ありがとうございました。バイバイ。